今日4月1日じゃないですか。はい、4月1日ですよね。なんでマック食ってますビッグマック。今日入社式があるんですよ。ローラさんの会社のはい新人たちが、でやっぱビッグな会社とビッグな男になりてえなと思って、お台場にマックあるじゃないですか。ふと食べたくなった。なんでだろう。以前内定式行った子たちがついに入ってくる。そう社長的にはどんな気持ちなんですか？いやもうほんと決意の日って感じですよ。ビッグマック言いながら何の説得力もないかもしれないけど。200人ぐらいか。だいぶ。そうですね、200人ぐらい。会場めちゃくちゃでかいですよね。そうなんです。合同なので。合同？レディースのもう最大手の脱毛の、ラココっていうブランドがあるんですけど、ラココとの業務提携するようになって、で俺そこのプロデューサーにもなったんで、ラココ合わせた200名の左です。スタッフを、マネジメントしていくというところで。陣地が会場の選定とかしてくれてて、俺見るの初めてなんだけど、結構ミニバスのなんかオフィスカジュアルみたいな感じで今日来てて、納体なんですよ。これ大丈夫かなっていう。というか俺バーベキューとかも彼らと行ってるんですよ。バーベキューの時とかマジで普通のパリピみたいな感じだったのに、今めっちゃちゃんとしてる。5分ぐらいさ、舞台で喋る。お前なんか挨拶して。俺が？でどういうこと喋るかっつったら、伝えたいことがいっぱいありすぎるんだけど、あれ開いてんの何？下駄箱。こことかにしてもめっちゃ汚いじゃん普通に。指紋つきやすいから変えた方がいいでしょ。つくちっちゃくね？鬼のようにちっちゃいの。めっちゃ目立つから。あいつうっせえわ今日。まず店舗視察に僕が「お前な靴それ？」いやだってもう今日来るって思ってなかったから急すぎてマジで靴それはやばいな。靴それはやばいわ。急すぎて。靴どうしよう。RBL の店舗周りの、本部の仕事をすることになったんで、各店舗に視察行った時に会うんで、誰この人ってなるパターンもあるじゃないですか。だからまずその挨拶、店舗周りで視察に僕も行きますと、社会人経験で言ったらお前先輩なわけだから、学生時代とは違うわけでしょ。お前が言ってた専門学校とここでやらなきゃいけないこと違えじゃん。だからその学生気分と、その社会人としての違いっていうのを、学生も社会人もどっちも経験してるお前なんか分かるわけでしょ。そこを喋れる。ちょっと考えてはカナさん今日言われたの？今日の12時ぐらいに普通に店舗出勤してたんですけど、違う今1時間前ぐらい言われた。そうですね、ちょっと来れるっていう形だったんで、急いで飛んできたんですけど。大変長らくお待たせいたしました。ただいまより株式会社レディバード、株式会社メディビューティー2024年度合同入社式を開会いたします。何人いんの？200。 200人。ちょっとスピーチが人前で喋るの苦手？いやいや別に苦手とかではないけど、登壇はないって聞いてたから、スリッパでもいいかなと思って。登壇あるよ、当たり前でしょ。登壇あるって言ったら来ないじゃん。店舗数増えてきて、で会社も増えてきて、で社員も増えてきてってなって、でも僕の体は増えないわけじゃないですか。ってなった時にやっぱクローンが必要だなってなった時に、ロマネとかコンティとか見た目は近いけど、やっぱ一番は血だなっていう。一番信頼できる方にお願いしたいだし、忖度なく
報告してくれるし、ちゃんと言い合いができる。続きまして、今後皆様ともお会いする機会も多いであろう店舗視察スタッフの松尾香音より皆様にご挨拶がございます。松尾さん、よろしくお願いいたします。店舗視察を担当させていただきます松尾と申します。よろしくお願いします。ですね、ちょっと今はですね、横浜の方で出勤させていただいておりまして、で、ちょっと今日普通に出勤をする予定だったんですけど、12時ぐらいに電話が来て、入社試験の方に出勤し、出てほしいということで、ちょっと今登壇してるんで、ほぼ喋ることがちょっと考えてなかったんですけど、今後会社として、あとは僕の、目標としては、会社全体でちょっとトップシェア、業界トップシェア最大手っていうところを目指してやっていきたいなって思っているので、それにふさわしい社員に皆さんなっていただけたら、嬉しいなと思います。よくローランドの方からはちょっと見た目が悪いっていうところで、目つきが悪いっていうところでよく言われるんですけど、喋りかけていただければ皆さんとたくさんお話しさせていただきたいなと思っておりますので、皆さんにお会いできるのを楽しみにしております。じゃあ、ありがとうございました。それではここで両社プロデューサーであるローランドより皆様にお話がございます。ローランドさん、お願いいたします。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。あれ元気ない感じ？こんにちは。はい、弟出ましたけども、全然面白くなかったです。すみませんね、なんかね。あいつあんな感じなんですけども、店舗視察行くことあると思うんで、あったら話しかけてあげてください。ちょっと目つき悪いんですけど、昨日の夜でもうなんか何喋ろうかなってちょっと考えてたんですけど、これしかないというようなテーマが頭にパッと浮かんできまして、みんながね結構期待とか、希望とか、そういうなんかこうワクワク感いっぱいだと思うんですけど、ごめんなさいね、残念ながら厳しいこと言うようですけど、大人の社会というか、社会人に関して言うと、もう君たちはこれから、理不尽との戦いになります。これはどういうことかというと、例えばね、仕事頑張って自分なりにこんだけ頑張って、例えば早く来てちょっと掃除をするとか、普段やらなくてもいいような業務を誰かのためにやってあげるとか、そういうことを頑張ったとするじゃないですか。でもうまくいかなかったりとか、それを認めてもらえなかったりとか、お前ちゃんとやってねえじゃんって言われたりとか、めちゃめちゃ理不尽なことが社会人だったらもう本当に数えきれないぐらいあるんですよね。あの子より頑張ってんのになとか、あいつより努力してんのに、あいつより真面目にやってんのに、あいつ遅刻してたじゃねえかと。でもなんであいつが俺より上行くんだ、私より上行くんだとか、そんなことがいっぱいあるわけですよ。かくいう僕もね、そういう理不尽にすごい直面してきた、タイプで、例えば例を挙げると、僕サッカー部だったんですけど、サッカー部の監督からね、普段の行いがピッチ上に出ますよと、だから普段からしっかりした行動を取りましょうねみたいなことを、当時の監督が言われてたんですよ、指導者から。誰が神様は見てますよみたいな、普段からいい行いするやつがピッチ上でいいプレーできますよみたいに言われたら、それはちゃんとしなきゃいけねえじゃねえかと思うじゃないですか。で、僕結構真面目に練習もしてたし、例えば早くグラウンドに行ってスタッフ、選手が飲む水汲みとかも、最初に俺が来たからやってやろうと、こういうことをやってればいいプレーできるようになるんじゃねえのかと思って、そういうことをやったりとかしてたんですよね。でも結果どうだったかというと、一試合も出ることできなかったんですよ。でチームメイト見ると、僕結構強い高校にいたんですけど、その中の一人が例えば、そいつちょっと万引きとかしてるやつだったんですよね。ドラッグストアとかで物パクって「いや俺今日もなんかこれパクっちゃったよ」みたいなことを言ってるやつが、もう普通に試合出てキャーキャー言われて、女の子たちからで可愛い彼女とかも作って、俺もうなんてこの世界は理不尽なんだろうと。もう別に普段の行いなんて全然ピッチに出ねえし、頑張ってるやつは最終的には勝てないパターンもあるし、これもすごい理不尽な世の中で、もう本当にこんな世の中なんて終わってんなと
思ったんですよね。でそこから僕は歌舞伎町に行って、そんなやつらを見返したくて頑張るわけですよ。でもまたすげえ理不尽なことばっかりなことに直面するんですよね。僕結構頑張って、本読んだりとか、スタイル維持のためにジム行ったりとか仕事のことを毎日考えてすげえ真面目に働いてたんですけど、学校で顔がかっこいいってだけでモテてましたみたいなやつが歌舞伎町に来て、そういうやつらが指名を取って大金を目の前で同期のやつらとか、稼いでいくわけですよ。で僕気づいたんですよね。もう世の中ってそういうもんなんだなと。頑張ってるやつが報われるとは限らないし、もう理不尽な世界なんだなと。でもそういう世界だけどやっていくしかないんだなっていうふうに割り切っていったんですよ。でここがすごい大事なポイントで、実際皆さんの先輩として、人生の先輩として言うと、この世の中ってのはすごい理不尽なもんなんですよ。でもそこで大切なのは、なんだ理不尽な世の中だからもう頑張ったってしょうがねえじゃねえかと思って諦めるやつと、理不尽な世の中かもしれないよと、だけど俺はどう思われるかよりもどうありたいかの方が大事だと思って、そこでとにかく頑張ってみようと頑張れるやつか、その分かれ道が結構でかいんですよ。これ言ってること分かります？みんなが理不尽な面にことに直面した時に、もう頑張って意味ねえんだなって思うか、世の中ってそういうもんだよな、しょうがねえよなと思うかが結構でかいんですよね。だからこの入社して大人の世界に来て、多分俺が言ったような出来事めちゃめちゃ直面すると思うんですよね。だから最初にみんなに伝えておくのは、世の中をあんまり綺麗な目で見すぎない方がいいよと。結構理不尽な世界なんですよ。でも頑張り続けることはすごく大事だし、結局我慢比べなんですよね。成功しないやつの大半っていうのは理不尽な世の中に嫌気がさして頑張っても意味ないよと思ってやめちゃう。だから成功しないんですよ。で成功するやつって結局理不尽な世の中だっていうことをまず理解する。そしてその後に理不尽だからって諦めないでとにかくやり続けるんですよ。そういうやつが最終的に僕は勝つと思ってます。頑張ってるやつが報われる、いい行いしてるやつがすぐに報われる、そんな世の中であってほしいなとは思いますけど、そうじゃないっていうところを、今回のこの話を聞いて、しっかり、理解してくれたら嬉しいなと思っております。ただね、そんな腐ったような世の中かもしれないですけど、実はちょっと最後に救われるような話を一個すると、僕ホスト時代にすごい可愛がってる後輩がいて、そいつが闇金で金を借りてきたんですよね。で闇金で借りてきてすごい困ってますみたいな話をされて、僕かわいそうだなと思って立て替えてあげたんですよ、彼のその借金を。僕自分がテレビに出るきっかけになったその先っていう番組があるんですけど、もしかしたらみんな知ってるかもしれないけど、孫さんという人がいて、でその孫さんがたまたま歌舞伎町に来た時にドラッグストアに行ったんですよ。その薬局に行った時に、その僕が借金を立て替えてあげた子たまたま出会って名刺交換をしてるんですよね。でもその彼はもう借金ありすぎて大変だからホストやめようと思うんですっていう相談をされてて、僕が多分立て替えてなかったらホストやってなかったんですよ。でもその彼が、ホストを続けて、そこで孫さんと出会って名刺交換をしたから僕テレビに出ることができてって考えると、意外と世の中も捨てたもんじゃないなと思うじゃないですか。だから今後ね、何回も言うようですけど、入社して大変なこともあると思いますし、先輩から怒られた、なんか私頑張ってんのになとか、いや俺こんだけやってんのになって思ったら、ふとねローランドがそういえばあんなこと言ってたなと、世の中ってそもそも理不尽なものってあいつが言ってたなっていうことを思い出して、辛いかもしれないですけど、大変かもしれないですけど、そこでやめたらいつまでたっても要領いいやつを崇めていくだけの人生になってしまうと思うし、そこでそうなりたくなければ理不尽な世の中だけど頑張ろうぜと思ってくれる、そんな、社会人になってくれたら嬉しいなと思います。ということで、ちょっと長くなっちゃいましたけども、ここからは、この言葉、世の中は理不尽なもんだぜっていうその言葉を送らせていただきます。ありがとうございました。写真撮るか。よし、写真撮ろう。いい
カメで撮る、インカメで。B リアル撮りたい。B リアル撮りたい。B リアルがいい。B リアル。B リアルがいい。B リアル。ああ、B リアルな。B リアル。ああ、あれよな。よし、じゃあ B リアルで撮ろう。